今回の話は少し宗教的かもしれませんが、興味深いと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは。マハリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正夫です。今日はカルマの法則についてお話をします。ちなみに超越瞑想を学ぶとき、そして実際に瞑想するときにも、この知識は知らなくて大丈夫です。超越瞑想はテクニックとして実践していただければと思います。あとは特に知識を学ぼうと努力をしなくても自動的に成長していきますので、ご安心いただければと思います。また今回の動画の内容は超越瞑想を学んでいない方にとっても興味深い内容だと思います。ちなみに私がアップしている動画はこれらを参考にするとよりスムーズに生活していけるというヒントのようなものです。こういうことを知っているとうまくいく、あるいは興味深いというような話を動画にしています。本当に必要な知識は、超越瞑想を学ぶ手順ですね。7つのステップの中でお教えしています。今回のお話のカルマの法則も超越瞑想を学ぶときには特にお話はしていません。何かのタイミングで話をすることもありますが、私の場合は、話さないことがほとんどです。さて、そういうことなんですが、このカルマっていう概念は実は非常に興味深いものとなっています。すでにカルマっていう言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思います。日本語にすると行為っていうことになりますが、それだとちょっと難しいので、簡単にというか単純に、何かやることとか、自分が何かやったことというような行動を指していると思っていただいて大丈夫です。仏教的なもので言うと業ですね。中国語で業っていう発音は犬のようですね。最近知りました。すいません、関係ないです。さて、この業っていうとあまりいいイメージがない人も多いかもしれません。何か良くないことが起こった時に、それはその人の業ですと言われることもあるかもしれません。イメージ的には宿命とか、その人が受けなければいけない罰とか、そういうイメージもあります。過去に行った良くない行動が自分に返ってくるっていうことですね。でも業っていう言葉はカルマと同じで行動のことなので、それ自体は良いとか良くないっていう言葉を含んでいません。良い業と良くない業があります。では良いとか良くないっていうのはどういう判断なのでしょう。そして自分の行いが返ってくるっていうのはどういうことなのでしょうか。それについて見ていきましょう。今日は超越瞑想の本の172ページです。ここですね。電子書籍版ですと第3部生きる技術の第2章存在の技術のカルマと存在の技術のところです。この部分の冒頭なんですけれども、カルマの哲学とは作用と反作用についての簡単な哲学であり、蒔いたものは刈り取らなければいけないと書いてあります。この蒔いたものは刈り取らなければならないっていうのは、他のところ何かの団体などでもそういう話をしているのを聞いたことがあります。この刈り取らなければいけないというのは結構厳しい表現で、自分がやってしまったものは必ず自分で責任を取るようにという強い言葉のように感じます。実際には誰かに親切にしたら親切にされるというように、いい行いをした時にはいいことが
返ってきますので、それを受け取らなければならないという感じではないですね。ただ、良くないことが返ってくるのは、いや、それはちょっと思いますので、いやいや、それは受け取らないとねとあらかじめ言っておくような感じでしょうか。これは作用・反作用の法則とも言われていて、何かを行えばそれに応じた何かが生み出されています。この場合の作用というのがあなたの行動にあたります。行動っていうのは考えることも含まれます。考えたり、話をしたり、実際に行動したり、そして何かを体験するというのも行動、行為になります。例えば、池に石を投げたとしましょう。で、その石っていうのは池の表面に落ちた時ですね、波を立てて、その後石は沈んでいきます。で、水の表面に石はすでにないんですが、波が立っていて、その影響っていうのは残ります。そしてこの波っていうのは水面を広がっていって、池の岸に達して、岸辺の砂ですね、砂粒に当たります。波は砂粒を押していったり、池の中に引き寄せたりと、その砂に影響を与えます。これは何かを行うということは、直接的なものだけではなく、間接的な影響も生み出すという一例です。例えば、私がここで誰かの悪口を言ったとしましょう。その人だけにピンポイントで届いて、私とその人との関係だけというわけではなく、これを見ているあなたがなんだか嫌だなと思うかもしれません。もちろん、私が誰かの悪口を言っているのを気にしない人もいます。カルマの影響を受ける人、受けない人もいるというのは、実はカルマの配達人という概念があって、興味深いのですが、今回はカルマとは何かという話を中心にしておきます。さて、こうして見てきたように、カルマっていうのは行動のことで、それは周囲に影響を生み出していきます。そしてそれらはちょうど壁に当たったゴムボールですね。どこかに当たって帰ってくると言われています。単純に考えると、笑顔で話をしたり、楽しそうに話をすると、相手の気分もいいですし、周囲の人たちにもいい影響を与えることができます。そうすると、その人たちの気持ちも和んで、そのいい感じがまたあなたに返ってきます。笑顔といっても、笑わなくちゃいけないと言って緊張しながら無理に笑顔を作っていると、その緊張っていうのが周囲に伝わってしまって、周囲の人たちも緊張するかもしれません。そしてその場が緊張した感じになって、あなたにもその緊張が戻ってきます。これは多分経験的に理解できるだろうと思います。もし詐欺師が誰かを騙そうとするときには、笑顔で人に接して相手がいい気分になって、それが返ってくることもあります。その人が騙されていると気づかずに、笑顔や良い気分になって、その影響が戻ってきた場合にはどうなるでしょう。この場合は人知を超えたレベルの話になり、ここからは宗教的と感じられる部分かもしれません。そのような場合のカルマの法則については、この超越瞑想の本の中に書かれていますが、この本は宗教的な書物というよりも科学的な再現性があって計測可能なことについての解説で、どちらかというと現在の科学がまだ追いついていないというスタンスに感じます。そういうことなので、この話はそういうものかなと思って聞いていただければと思います。例えば、地球が太陽の周りを回っているとか、地球は丸いとか、今はそれらが解明されていますが、その前からインドの文献ではそう言われていました。
ちなみに私は学校では習いましたが、自分の目で確かにと確認したわけではありません。学校の教科書を信じたり、他の人が言っているからそうなのかなって思う時もあります。疑り深いかもしれませんね。さて、元に戻りますが、カルマの法則の影響の話です。笑顔で、誰かを脅して、その人が気がつかなかった場合、それはどうなるのかということです。基本的に人は騙せても、この世の中の仕組みっていうのは騙すことができません。どこかに当たって行為を行った人に返ってきます。この本によるとですね、近いところに当たって返ってくることもあるし、月に当たって返ってくる、太陽に当たって返ってくる、どこかの星に当たって返ってくるなど、いろいろなパターンがあるそうです。そしてそれぞれそれなりの時間がかかるそうです。遠いところに影響が行って帰ってくるには何百万年もかかるそうです。ちょっとピンとこないかもしれません。そしてさらに、そんな遠くへ行った影響がそれを行った人に正確に返ってくることは可能なのかという疑問が生まれるかもしれません。それについてはですね、この本の著者であるマハリシ・マヘーシ・ヨーギーはこのような例え話で説明をしています。ある人が遠くにいる父親に手紙を出したとします。手紙がその宛先に届けられようとしたとき、実はその父親は引っ越しをしていたとしましょう。しかしその手紙っていうのは転送先に届けられます。そうするとあなたはこう思うかもしれません。そうだ。良くないカルマが戻ってこないように転送届を出さなければいいんだとですね。もちろん悪い行いだけではなく、良い行いの結果も届かなくなるという覚悟ですね。しかし、この世の中の法則としては、あなたがどこに行こうともあなたの存在がありますので、自動的に届けられます。現在は例えば監視カメラで顔の認識をしたり、電話の通話を記録して特定の人のデータを検索したりと、いろいろなことができますが、それらでさえこの宇宙にある物質で作られていますし、この人間の脳を人工的に作り出すことができないぐらい、この世の中の緻密で素晴らしい仕組みがありますので、人知を超えたところでそれが可能となっているのです。信じるか信じないかはあなた次第ですが、あなたが行った行為は手紙が必ず宛名の人に配達されるように、行動の結果は必ずそれを行った人のところに返ってきます。ただ、これは怖がることはありません。毎日無邪気に楽しく生活していて、誰かに親切にしていれば、人生はバラ色です。いいことばっかりです。悪いことをしている人は信じたくない話で、良いことをしている人は信じたくなる話かもしれません。でも、悪いカルマが返ってきたら、笑顔でお帰りなさいと言おうっていう人もいますので、悪いカルマが、返ってくることなど、特に気にしないで生活を続けていてもいいんじゃないかとも思います。これらのことを踏まえて超越瞑想を行うっていうことは、それ自体も良い行動の影響を生み出すと言われていますし、あなたの日常からも良い行動が増えていきます。また、ストレスから来る良くない行動が減るということもあります。そして、これらは超越瞑想を実践している人は自動的です。今回、カルマの法則について解説をしましたが、この知識を頭で知っているだけよりも実際に行動を移す方がいいですよね。その点で超越瞑想は楽に自然に行動できるようになる点でもおすすめです。はい。今日の動画は以上です。超越瞑想をまだ学んでいない方で、
もし興味を持たれましたら、ぜひお近くの瞑想センターの説明会にご参加いただければと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。